どうもリュウクです。今日は久々に買ってよかったものの動画を作っていこうと思います。ちょっと毎度おなじみなんですけど、今回も変なもの多めになっております。それでは早速行ってみましょう。まず最初に買ったものの全体をお見せします。こんな感じ。ちょっとダーッと雑に置いてありますが、そうだな、どれからいこうかな。まず最初じゃあこのよくわかんないものからいきます。これはマタドールっていうメーカーの製品で、僕の動画を見てる方だったらご存知かと思うんですが、マタドールは結構トラベルギアだったり、いろんなバックパックだったりスリングバッグみたいなものも出してるんですが、こういった小物も結構出してます。でこれは何かというと、ここにカラビナがついていて、カチャンと外してロールを解くとこんな感じで石鹸が入っております。これはソープバーケースといって、石鹸を入れておくケースですね。僕は普段結構石鹸派で、体を洗う時だったり、顔なんかも全部この牛乳石鹸というか、この牛のマークがついているこの石鹸を使うんですけど、結構出先というか、出張だったり旅行先であってもこの石鹸を使っていた方が、なんとなく調子が良かったり、あと体を洗うって結構自分をリセットする行為なので、普段と違う、備え付けの洗剤とか使ってもいいんですけど、なるべくいつもと同じものを使いたいっていうので、このソープケースを使ってます。でこれ何がすごいかっていうと、石鹸って当たり前なんですけど水に濡らして使うので、使った後結構びちょびちょになって、なんかジップロックとかに入れてもいいんですけど、なんとなくびしょびしょの状態の袋をカバンに入れたりとか、なんか持ち歩くのってなんか気持ち悪いですよね。ただこれはここに入れておくことで、この特殊な繊維によって中の水分が外側に一方通行で行くようになってるので、この石鹸本体が濡れていた状態で収納してしまって、ここをカチャンと止めてしまっても、次使う頃にはちゃんとカラカラに乾いてるっていうのが結構面白いポイントです。これのおかげで石鹸を持ち歩くのがすごく容易になったというか、むしろなんか楽しくなったというか、すごいまたちゃんと乾いてるみたいな感じで毎回発見がありますし、これはこのままもちろんカバンに入れてしまってもいいんですが、僕はこういった感じでナイトアイズのカラビナをくっつけてるので、なんとなく水分が出てるっていうのがカバンの中に入れるのをちょっと、精密機械とか兼ね合いで嫌だなっていう人は、これをカバンにカチャンと引っ掛けることで、なんかぶら下げた状態で乾燥させながら、しかも中身がね完全に密閉されてるんで清潔な状態を保てる。で見た目も黒くてシックで結構かっこいいっていうので、ちょっと気に入っちゃいました。はい、これが一つ目のアイテムです。速乾ではないですけど、この中の水分がどんどん外に出て、次に使う時には乾いているっていう優れもの、マタドールのソープバーケースでした。次はこれにしようかな。これはもう何度も動画で紹介してるというか、ラジオとかでも再三語っているのであんまりもう言うことないんですけど、 iPod クラシックですね。これは僕ぐらいの世代の人にとっては、持ってた人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、人によっては結構この iPod は持ってたけどこのクラシックは持ってなかったみたいな、憧れてて、当時はちょっとお小遣い的な問題で買えなかったみたいな人がいるんじゃないかなって思うんですが、僕はまさにその感じで、この iPod クラシック存在は知っていて、すごく憧れてたんですが、僕が持ってたのは iPod Nano だったり iPod シャッフルは持ってなかったかな。後に iPod Touch とかを買うようになってもこの形はもう買わなくなってしまったんですが、このねでかい iPod、
これがすごく当時憧れでした。で、なんで今これを買ったかっていうと、ちょっと最近のこうコンテンツ視聴体験的なものをこうガラッと変えたいなって思いがあって、主には音楽なんですけど、結構サブスクリプションで音楽とか聴いていると、なんか Spotify とか結構そうなんですけど、シャッフル再生でいろんな曲レコメンドしてくれていろんな出会いがあるのですごく便利で有意義なんですが、逆にこう新しく知った音楽とかをこう記憶しておくというか、ライブラリに追加していくことでどんどん自分の好きな曲っていうのは溜まっていくんですが、一方で自分が気に入った曲なんかを追加していく作業をしていっても、こうふとあの曲聴きたいなって思い返した時にこうパッて曲名が浮かばなかったり、あの曲っていつ追加したやつだっけみたいな感じで、結局あんまりこう一つ一つの曲に対してあんまり思い入れがない状態になってるなっていうのが僕の体験としてはちょっと微妙かなと思って、なので、この1曲ずつこのハードディスクの中に入れ込んで、で曲をこうちゃんと選んで聴くっていうのをやろうかなと思って、この iPod のクラシックを買いました。でiPod じゃなくてもよかったんですよ。ウォークマンとかいろんな、サードパーティーというか、いろんなよくわかんない MP3 プレイヤーみたいないっぱい売ってますし、安く手に入るもので、新品のもので、最新のなんか Bluetooth とか対応してるものもあれば、それこそ、Spotify とかサブスクリプションプラットフォームが使えるものがあるので、そういうの買ってもよかったんですが、僕はねちょっとこう当時憧れてたこの iPod クラシック、この日本の職人が磨き上げた光沢のボディと、ね、噂には結構な割合で東芝製のハードディスクが使われてると言われてるこのね、ハードディスクですよ。この小さい端末に SSD じゃないですからね、ハードディスクが入ってるんで、こう曲を読み込むためにウィーンっていうPSP みたいな音がするんですよ。それもたまんないんですけど、この iPod クラシック重くて所有欲をすごく満たしてくれるこのモデルを買いました。もちろんね有線でしか聞けなかったり、このドックコネクタのね接続がねなかなかシビアでうまく同期できなかったりとか、結構使いづらさはあるんですけど、その辺の不便さも楽しみながら使っております。次の買ってよかったものがここについてるこれですね。これ僕めちゃくちゃ前から使ってて、なんだかんだずっと使ってて一番便利だなって思ってるこのマグセーフ拡張アイテムなんですけど、これはポップソケットっていう、これボコってせり出てこんな風に iPhone とかをこうやってホールドできる、そんなアイテムで、このカードケースがついてるタイプなので、会社用とねプライベート用のクレジットカードだけここに入れて、あとは入れようと思えば現金お札1枚ぐらいも入るんですけど、この状態で普段ここにパチャンとつけてスマホを使ってます。でこれは僕は財布というこのカードケースという機能のためにつけてるっていうよりは、もう完全にこの僕15 Pro Max なんですけど、 iPhone のこのでかい本体サイズをカバーするためにこう固定するアイテムとして使ってます。でなんでこのね固定アイテムいろいろあるじゃないですか。ビークとかモフトとか、あとはなんかバンカーリングとかいろいろあると思うんですけど、なんでこれを使ってるかっていうと、圧倒的にこのマグネットが強いんですよ。例えばこのビークっていうアイテム僕持ってて、これもここがねマグネットになってて、なんか冷蔵庫とか、あとキッチン、金属製の壁が使われてる場合、キッチンの中にバーンって貼り付けて、なんか動画をこう見ながら家事ができたりとか、いろいろ便利な側面あるんですけど、ここのマグネットのね強度がねもうちょっと欲しいっていう感じなんですよね。結構これも強いんですが、ただこうやって使うにしては若干こう落ちる心配がある一方で、これは本当にちょっとこの受け側というか、中に収納してるカードとかもう確実に磁気式のカードだったら使えなくなると思うんですが、僕は磁気式のねカード使わないようにしてるんで問題ないんですが、ちゃんとねここに
クレカのね磁気式のやつ入れないでねって書いてあると思うんですが、これ本当に磁気系のものは絶対やばいだろうなってぐらい、この粘着力というか磁力がすごく強いんですよ。なので本当にブラブラーってしても全く心配ないですし、僕このノーマットだったかな、レザーバッグっていうねマグセーフだけでこうくっつけるこの背面ケースみたいなの使ってるんですけど、これつけてても全然めちゃくちゃ強くて、本当に外歩いてても全然安心ですし、あとこれがね地味にねポケットの中入れてても片手でパッて展開できて、すごく小気味いいんですよね。ちょっと難点を言うと、置いた時にかなりグラグラするっていうのがあります。ただこれ重心がちゃんと真ん中に来てるんで、こういうところにね置けちゃったりとか、なんか洗面台のこう狭いスペースのところにポンと置いても絶対落ちなかったりみたいな、なんかガタガタはするけど割と安定するっていうので、結構いろんなものを試して、なんか本当はこれなんか見た目がちょっと丸っこくてあんまりこうミニマルじゃないなって思って、最初はちょっと試しに買ったぐらいのノリだったんですけど、なんだかんだこれもうずっと使ってて、これはすごくおすすめです。特にでかい iPhone 使ってる人はこのタイプすごくいいと思います。このねカード入んないタイプ持ってるんで、カードいらないよって人はそっちでもいいかもしれないですし、僕はこのマグセーフでくっついてカードが入るタイプを使って、結構最初はねこのカード機能をねあんま使ってなかったりしたんですが、カード持ち歩くようになったら意外と財布いらなくなっちゃったり、あとねホテルなんかでカードキーのホテルなんかはここにねカード入れられるので、これスマホだけで外に出られるみたいなところもすごく便利だったので、今回はこのポップソケットをピックアップしました。おすすめです。次はこれは紙のウォレットっていう、僕結構昔から好きなお財布を作ってるメーカーさんなんですけど、紙のウォレットのこれは名刺ケースですね。以前はこのコインも入るカードケースっていうのを使ってて、これ結構ずっと使ってたんですけど、これコイン入ってカードも入ってお札も入って、このコンパクトさ、これカードサイズとほぼ一緒なんですけど、これめちゃくちゃ気に入ってたんですけど、これちょっと名刺はねサイズ的に入んないので、この名刺ケースを買い足しました。中はねこういう感じになってて、ここに1万円札が入ってますが、耐水紙というね、水に強い紙をこうすごく綺麗に折り曲げて製作されている財布というか名刺ケースなんですけど、本当に財布としても使えるぐらい容量もありますし、ちゃんとね紙なんですけどね、こういう感じでマチがちゃんとあるんですよ。なのでここに名刺入れて、でもらった名刺ちゃんとこっちに入れたりみたいな運用もできますし、僕みたいにこうやってねお札を入れたりみたいな、ちょっとした財布兼名刺入れみたいな感じでも使えるので、これすごく買ってよかったです。見た目もね、これちょっと動画だと真っ白に映ってるかもしれないんですけど、ちょっとクリーム色っぽい感じの、ちょっとピンク味の入った色になってて、でカラー展開はそんなないんですけど、結構これもね紙の質感がいい感じに出てて、で色もねあんまりこう真っ黒とかってよりはこういうちょっと奇抜というかね、ちょっと外しの効いた色合いがすごく良いのでおすすめです。しかもこれめっちゃ安いんですよ。あんまり値段はこのチャンネルは言わないようにはしてるんですけど、これすごく職人さんが手作りで作ってるのに一つ一つの値段が全然しないんで、ただめちゃくちゃ持つのにめっちゃコスパいいみたいな、そういった超コンパクトな名刺入れ財布が欲しい方はいいんじゃないでしょうか。次はこれですね。バックボーン1セカンドジェネレーション、セカンドジェーンかな、これはもう完全にモンハンをやるために買いました。でこれはね
知らない人のために簡単に説明しておくと、こういうことですね。iPhone にくっつけて、でここが USB 端子になってるので、バスパワーでそのまま動く Bluetooth とかバッテリーで充電したりみたいないらないコントローラーですね。こんな感じで、これはバックボーン1の標準のアプリなんですけど、なんかプレステみたいなね UI でいろんなリモートプレイがここから飛べたりとか、あとはiPhone で遊べるゲームなんかもここでねレコメンドされてたりとか、結構操作もしやすくて、で一応なんか PS5 の公式ライセンス品っぽいんで、ここにねプレイステーションマークもついてますし、見た目もすごくミニマルでビルドクオリティも高い、スティックとかの操作もめちゃくちゃしやすいので、これはすごくいいですね。でリモートプレイのクオリティなんですけど、僕はPS5 をこのデスクに固定してるんで、ゲームするときちょっとこうゴロゴロしながらとかリビングでやるってなると、このリモートプレイをする必要があるんですけど、PS ポータルよく聞くと思うんですが、PS ポータルはちょっと用途が狭いというか、これはこの iPhone 自体のコントローラーなので、その PS5 のゲーム以外もできてしまうんですよ。例えばサンアンドレアスっていうグランドセフトオートのゲームがNetflix 会員だったら遊べるんですけど、それもこれはもうアプリなんでリモートプレイとかではなくて、このマシンパワーでちゃんと動くんですが、そのグラセフだったりこの iPhone 単体で動くデスストランディングみたいなゲームであっても、このバックボーンであれば遊べてしまうというので、この製品を選びました。あとは PS ポータル単純に高いっていうのもあるので、このバックボーン1もそこまで安い製品ではないですが、このね用途の幅というか、リモートプレイも結構快適に遊べて、しかもこの iPhone 純正というか iPhone のアプリに落とし込まれてるマシンパワーで動かしてるゲームも快適にプレイできてしまうっていうので、僕は結構買ってよかったなって思います。バックボーン1。ただちょっとね難点としては、このね LR のスティックがやっぱりこのデュアルセンスに比べると押し込みがね、最後デュアルセンスってグッて押し込んでカチッて、だから2段階あるんですけど、そこの2段階表現が若干乏しいというかないので、こう軽く押すみたいなところのストロークが浅いせいで、結構ね急にキュンキュンって最後まで押し込む入力になってしまうというのは若干使いづらかったり、あとはこの真ん中のタッチスクリーンもなくて、この画面上に出てるタッチスクリーンの疑似表示みたいなところをパッて押さないといけないんで、そこがちょっとタッチスクリーン頻繁にこうナップ開いたりして運用する人にとってはやりづらいかもしれないですが、基本的なプレイは問題ないかなと思います。で僕が試した中でこのバックボーン1つけてリモートプレイアプリでリモートプレイをしながら、さらにこの iPhone の画面を Apple TV とかに出力してミラーリングして、こうリモートプレイを大画面でやるみたいなことをちょっとやろうと思ったんですけど、それはちょっとねさすがに遅延が多すぎて無理でした。一応出力はできます。出力はできるんで、大画面で見ながらプレイは一応できるはできるんですけど、やっぱりリモートプレイでここ本体とこの iPhone 上での遅延とこっから出力してる遅延があって、ダブルで遅くなっているので、やるときはちょっとこっちを見るっていうのが限度かなって思いました。出力しながら、みんなに見せながらみたいなのができますけど、あとはね著しくやっぱり動作が重くなります。ローカルネットワークを使ってるんでね。なのでリモートプレイ、ミラーリングプレイみたいなのはあんまり現実的じゃないかなって思いました。ちょっとね、そんなことをしたい人そんなにいないかもしれないんですけど、一応僕が試した中でそういうやり方はあんまり良くなかったです。次はこれですね。ネーのハードシェルケースっていう、これは S サイズかな。結構これは最近いろんな雑貨屋というかロフトとかでも売ってたりするので、知ってる人多いかもしれないんですけど、以前僕はガマ口の
パカって開くタイプのソフトガジェットポーチみたいなやつを、使っていたんですが、このねハードタイプのケースもちょっと気になっていたので買ってみました。でこれは何に使ってるかというと、じゃんと今入ってないですけど、Osmo Pocket 3の専用ケースとして使っています。で僕の Osmo Pocket、今ここで撮ってるんでちょっとカメラでお見せできないんですが、僕の最小セットというか Oz Poke 最小セットはこのバッテリーユニットとこのミニ三脚とこのケースとあとこのマイクだけで結構出かけて外で撮るっていうことが多いので、本当にねこれだけを持ち運ぶハードシェルケース、カバンにこのままボーンってしまっても全然なんか心配ないみたいなもの欲しかったんですけど、これがすごくぴったりだったのでこれは非常に良かったなって思います。で逆にこんな感じのでかいやつと小さいやつ、この中間あたりに位置するんですけど、この2つはねちょっと買ってみたらいいんですけど、あんまり使い道がなかったです。これはねなんかこのぐらいのサイズ感でここまでがっちり保護したいっていうものがあんまり僕の中でなかったのと、これもねすごく収納できるように見えて意外と物が入んないんですよね。厚みのあるものはもちろん入んないですし、このポケットもねなんか本当に固定しておく程度、ケーブルとかだったら入るかもしれないんですけど、別にケーブルここまでガッチガチに守らなくていいよなっていう気もするので、本当に明確な用途がなければちょっと幅を取るポーチになってしまうので、この2つはあんまり僕の中では使い道じゃなかったです。あとね気になるのはね、ここのファスナー、結構このポーチこのファスナーによって全てが支えられてるみたいな設計なんですけど、このファスナーがちょっとねよくわかんないんですよね。なんか YKK っぽくもないですし、でここのなんかカチャカチャいう感じもあんまり好きじゃないので、結構レビューとか見てるとこれがボキって折れたみたいなことを言ってる人もいて、ここのファスナーはあんまり信用できないかなって思うので、ここもうちょっといいもの使ってくれてたらよかったかなって思います。ただここのねハードなシェルの感じとか、あと表面の質感とか色味とかもすごくいい感じなので、僕はこれは結構気に入ってます。次はこれですね、ペン。これシーサーさんの動画で発見して買ってみたんですけど、パイロットのアクロドライブっていうボールペンですね。僕は以前 iPad とか Apple Pencil とか使っていろんな製品のデザイン考えたりとかスケッチとかしてたんですけど、iPad ってそれにしか使わないというか、こう書いて何かをアイデア出しするにはすごくいいデバイスなんですけど、逆に言うとそれ以外の用途って本当に家でなんか Netflix 見るとか、なんか原稿用のこういう紙として使うみたいなぐらいしかなくて、でそれをなんかアイデア出しをするっていう出先で発生するかどうか分かんないような作業のためにでっかい端末を持っていくっていうのがちょっと非効率な気がして、なんか紙とペンでこういった感じでなんかスケッチとかしてるんですけど、紙とペンで運用したらどうなるかなと思って、でいろいろこれねなんかコピー用紙をファイリングできるやつとか買ったりとか、あとボールペンも適当なやつ使ってたんですけど、ちょっとねやっぱり Apple Pencil を使っていると書き心地みたいなのがすごく気になってしまって、なんか最初こういう感じで結構かすれてるんですけど、これはアクロドライブじゃないボールペンを使っててすごく書きづらかったので、なんかいい書き心地のいいかすれないボールペンないかなと思ってシーサーさんの動画を漁っていたら、これがすごくデザイン的にも良さそうだったので買ってみました。結果としてはすごくさすがだなって感じで、めちゃめちゃ書きやすいですし、結構いい感じの太さなんですよね。この辺全部そうだと思うんですけど、すごく太さもいい感じで書き心地が良くて、で何がいいってこの芯が
ねじるとちょっとねじると勝手に戻っていくんですよ。このちょっとねじるとスッてこう地味ですけど、このねスッて戻っていく感じがこうカバンの中とかにペンとか入れた時になんか間違ってここが出ちゃってたりとか、こう中途半端にねここが芯が出ちゃってたりすると、こうカバンの内装にガッて書いちゃったりとかね。最近のカバンって結構裏地が白かったり明るめのものが多いので、こういうボールペンで書いちゃうとかなりショックなんですけど、これはねそういう心配がないんですよね。このキュッて締まる感じというか引っ込む感じが非常に気に入っております。パイロットのアクロドライブでした。次がこれね、なんじゃこれって感じですよね。これはキャンプスナップカメラっていうインスタントカメラ風のなんというか、チープなちょっとこうレトロっぽい質感で撮れるカメラになっていて、パッと見ちょっとフィルムカメラっぽい見た目でなんか映るんですとかこう連想するかと思うんですが、これはフィルムではなくてここにネジ穴がついてるんですけど、ここネジ開けるとここに SD カードスロットがあって、付属で最初から刺さってるんですが、SD カードを挿すことによって、デジタルでそういう映るんですっぽい質感の写真が撮れるっていうカメラになってます。でこれなんで買ったかっていうと、ドリキンさんの動画で紹介してたからなんですけど、僕あんまりねカメラって興味ないというかわからない、良さがあんまりわからないタイプではあるんですが、なんかこれを見た時にすごくいいなって思ったのが、これねファインダーがついてるんですけど、このモニターがないんですよ。なのでここね押すとこの独特なシャッター音で、このシャッター音完全にスピーカーから鳴ってるんですけど、写真は撮れるものの確認できるのはここにある撮った枚数だけ、枚数がカウントされていくだけなんですよね。でこの UI がすごくいいなと思って、こうやっぱりカメラって一枚一枚撮ったら確認して、うまく撮れてるなみたいな、もうちょっとこういう構図で撮りたいなみたいな感じで何回も撮り直しちゃうと思うんですけど、これは、SD カードから出力してもいいんですけど、ここにある USB-C 端子、これをパソコンとか iPhone とかに挿してこう写真を吸い出すまでどういう撮れ方になってるかっていうのを確認できないので、もうとりあえず外にいるときはこうバシバシ撮る。で家に帰ってきてちゃんと撮れてるかなって見るみたいな、その運用ができるのがすごくいいなって思って買いました。でもちろんフィルムカメラとかなんか映るんですとかもすごく質感がなんというか懐かしい感じがして、体験としてねフィルムでちゃんと撮ってそれを現像するっていうのもいいんですけど、なんだかんだねデジタルに最終的にすると思うんですよ。フィルムカメラであっても映るんですで撮って、現像してもらってなんかデジタルデータもらうのか、それをスキャンしてデジタルにするのか分かんないですけど、結局デジタルデータにねしたいっていうのはあると思うので、だったらもうねここの中で最初からデジタルデータになってる状態でもうその現像するっていうプロセスをこう USB から吸い出すだけにしちゃえばいいじゃんっていうので、こういうのができた、そういう発想のもと生まれた製品なのかなって思うんですが、このね見た目もね何とも言えないこう安っぽさというか、めっちゃ本体軽いんですよ。すごくプラスチッキーですし、ここもねただフラッシュのオンオフオート、ここにファインダーも本当にただの透明なガラスがついてるだけで、もうほとんどここに映った通りには撮れないですし、でピントもね全然思い通りにいかないんで、そういう面白さというかカメラのうまくいかない思い通りにならなさみたいなのが楽しめて、でしかもちょっとねこう日常の風景どういう風に切り取ろうかなとか、なんか実際に撮った風景が思ったよりこう色味が全然違ったりとか、こう1枚目と2枚目で全然違う感じの写真になってたりみたいな、そういう面白さがあるので、このキャンプスナップカメラすごく買ってよかったなって思います。
この紐はね、僕が適当につけたやつなんで、この本体だけ、あと USB ケーブルが付属してます。で、この本体だけでも結構たくさん取れるんで、付属の SD カードは4ギガぐらいだったかな。でもね、かなりの枚数が取れるので、ほとんどね、このメモリーとか、あとはバッテリーとかも気にせず使えるのもいいですし、あとこう USB 充電で充電もできますし、吸い出すのも USB ケーブル1本で吸い出せるので、その辺の運用の楽さとこのレトロな質感みたいなのを両立できるのがすごくいいなって感じました。キャンプスナップカメラでした。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバグのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップでは僕の開発中のバックパックだったりポーチなんかの進捗情報を配信していたり、あとは僕が使ったバッグの次のオーナー探しをするセカンドオーナー制なんかも特典として用意しています。気になったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。 X、Instagram、TikTok、ポッドキャストもやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。